少し想像してみてください。見知らぬ土地で誰にも気を使わず、予定も決めすぎず、一人で街を歩いているあなたを、一人で食事をして、一人で景色を眺めて、それが寂しいどころか、むしろ落ち着くと感じる。もしこれにわかると思ったら、あなたは実は少数派です。多くの人は一人で旅行することに不安や抵抗を感じます。寂しくないの？一人で楽しいの？そう言われた経験がある方も多いかもしれません。ですが実は一人で旅行ができるということはかなり高度な能力の組み合わせなんです。今回は一人で旅行できる人の特徴7選を脳科学、心理学、成功法則、この3つの視点から紐解いていきます。今日は一人旅が好きなあなたがさらに自分のことを知れるスイッチを押していきましょう。一人で旅行できる人のすごい特徴7選。特徴その1、楽しさや安心を他人に委ねていない人。一人で旅行できる人の最大の特徴は、楽しさや安心を他人に依存していないという点です。これは性格の問題ではありません。脳の使い方と価値判断の癖です。心理学では人の幸福感は大きく分けて外的要因と内的要因に分けられます。外的要因とは誰と一緒か、どう見られるか、盛り上がっているか。一方内的要因とは今どう感じているか、自分が納得しているか、落ち着いているか。一人で旅行できる人はこの幸福の軸が外ではなく内側にあります。だから誰かがいないと楽しめない。誰かがいないと不安という状態になりにくい。これは心理的自立ができている状態とも言えます。脳科学的に見ると、一人旅ができる人は幸せホルモンと呼ばれるセロトニン優位の状態を自分で作れる傾向があります。静かな街を歩く。一人で食事をする。何も起きない時間でも楽しめる。こうした行動で脳が安全だ、満たされていると判断できる。つまり安心を他人に供給してもらわなくても脳が落ち着く構造になっているんです。成功者に共通しているのは環境や他人が整うのを待たないという点です。誰かがいなくても進める。盛り上がらなくても動ける。評価されなくても続けられる。これは一人旅と全く同じ構造です。楽しさや安心を他人に委ねていない人は行動の主導権を自分で持っています。特徴その2、一人旅イコール孤独ではなく、一人旅は自由と捉えている人。多くの人は一人でいる状態を孤独として捉えます。誰とも話さない。誰にも頼れない。誰にも見られていない。だから一人になることを無意識に避けようとして、家族、恋人、友達などの誰かに依存します。しかし、一人で旅行できる人は、この前提が全く違います。彼らにとって一人とは孤独ではありません。自由なんです。職場での自分、家族の中での自分、人は常に何らかの役割を演じています。一人で旅行できる人は、この役割から一時的に降りることを無意識に許可できる人です。誰にも説明しなくていい。誰にも合わせなくていい。誰かの何者かでいなくていい。この状態を不安ではなく、解放感として感じられる。それが、一人は自由という感覚の正体です。脳は本来、選択肢が多い状態を好みます。ところが、人と一緒にいると、無意識のうちに選択肢は減ります。今は本当は休みたいけど合わせる。本当は違う店に行きたいけど我慢する。気分が乗らないけど断れない。これが続くと脳は拘束されていると判断し、ストレス反応を起こします。一人で行動しているとき、脳はこう認識します。いつ動いてもいい。いつ止まってもいい。すべて自分で決めていい。この状態では前頭前野が活性化し、思考がクリアになります。つまり一人は自由と感じられる人は、脳が自由な環境で最も機能するタイプなんです。成功している人ほど一人で考える時間を非常に大切にしています。なぜなら本当に重要な決断は他人の期待や空気の中ではできないからです。一人で旅をできる人はすでにこの状態に慣れています。人生の分岐点でも誰かの意見より自分の感覚を信頼できる。結果として自分の人生を自分で舵取りできるようになります。特徴その3、自分の感情の揺れや変化を観察し楽しめる人。一人で旅をしていると、ふとした瞬間に自分の感情が立ち上がってくることがあります。知らない景色を見たとき、街の匂いを感じたとき、夕日を浴びたとき、今なんか好きだな、ちょっと切ないな、なぜか落ち着くな。一人で旅行できる人は、こうした自分の感情をそのまま受け取る時間を大事にしています。人と一緒にいると無意識のうちにこう考えてしまいます。相手は楽しんでるかな？退屈させてないかな？すると、自分が何を感じているかよりも、相手がどう感じているかに意識が向いてしまう。これは優しさでもあり、気遣いでもあります。でも同時に自分の感情から意識が離れてしまう状態でもあります。心理学では、この状態を注意資源の分散と呼びます。人の意識には限りがあるため、他人の感情を気にしていると、自分の内面を感じ取る余裕がなくなる。一人で旅行できる人は、この注意を自分の内側に集中させれる人です。成功している人に共通
通しているのは、行動力や決断力以前に自分の感情を正確に把握できているという点です。なぜなら人は理屈で選択しているつもりでも、最終的には違和感があるかどうか、しっくりくるか来ないか、そんな感覚で人生を選んでいるからです。一人で旅行できる人は、この感覚が非常に研ぎ澄まされています。特徴その4、模範解答を求めすぎない人。一人で旅行できる人は旅に決まった正解があると考えていません。このプランが正しい、この店に行くべき、この過ごし方がベスト。そういった模範解答をそもそも求めていない。なぜなら旅の正解は人によって全く違うと知っているからです。心理学では人の満足感は正しかったかよりも納得できたかで大きく変わることが分かっています。他人の基準で選んだ正解はたとえ評価が高くてもどこか満たされない可能性もある。一方自分で選び自分で引き受けた選択は結果が多少ずれても後悔しにくい。一人旅ができる人はこの構造を感覚的に理解しています。脳は自分で選んだと感じたとき、報酬系が強く働きます。たとえ結果が完璧でなくても納得感が残る。逆に誰かの正解をなぞった選択は満足度が低い。一人で旅行できる人はこの脳の仕組みを無意識に使っています。だから他人の評価に振り回されにくいんです。成功している人ほど万人にとっての正解を探そうとしません。自分にとって合うかどうか、自分の今のフェーズに合っているか、自分が納得いく回答を導き出すんです。特徴その5、みんながそうしているを判断基準にしない人。そもそもですが、一人で旅行に行くという時点ですでに少数派です。多くの人は旅行といえば誰かと一緒に行くものという前提を持っています。友達と恋人と家族と。それが悪いわけではなくて多数派というだけです。さらに言うと、頻繁に旅行に行く人はさらに少数派になります。多くの人にとって旅行は年に1回あるかどうか。海外旅行となると何年も行っていない、あるいは行ったことがないという人も珍しくありません。日本のパスポート保有率は2024年のデータでは 17% で約6人に1人しか持っていません。一人で旅に出る。しかもそれを何度も繰り返す。この行動は大衆と逆行している希少な人なんです。社会心理学では人は無意識のうちに集団の行動に合わせようとする強い傾向があることが分かっています。これを同調行動、あるいは同調圧力と呼びます。多くの人は自分で深く考えているつもりでもみんながやっている。周りもそうしている。それが普通という情報に触れた瞬間、脳はそれを安全な選択として自動的に処理します。しかし、一人旅ができる人はこの心理に従わずに判断の補助にしか使わないんです。一人で旅をする人は多数派かどうかよりも自分にとって意味があるかどうかを見ています。みんながやっているから安心ではなく、自分がやりたいかどうか、この価値観で判断しています。だから少数派になることをわざわざ避けないし、怖がらないんです。成功している人の多くは、大勢と同じ行動を同じタイミングでは取りません。なぜなら結果の多くは多数派の先には生まれにくいからです。成功者が少ないのもそのためです。一人で旅に出る人は、この感覚を行動レベルで体感しています。特徴その6、不安があっても止まらず、まず体験を選ぶ人。一人で旅行できる人は不安がないわけではありません。ちゃんと不安はあります。行ったことがない。どうなるかわからない。少し心細い。でもそれ以上にその先に何があるかが気になってしまう。この山を登ったらどんな景色があるんだろう。この街にはどんな空気が流れているんだろう。行ってみたら自分は何を感じるんだろう。不安よりも先に新たな発見やワクワクを想像してしまうタイプです。彼らは知ってます。不安の多くは実際に起きた現実ではなく、頭の中で作られた想像だということ。考えている限り不安は膨らみ続ける。でも体験した瞬間、その多くはまやかしだったと現実に修正されます。だから考え続けるよりもまず行ってみるんです。人の脳は未知に対して危険を過大評価する癖があります。しかし一度体験すると脳はすぐにこう書き換えます。思っていたほど怖くなかった。むしろ面白かった。一人旅ができる人はこの切り替えを何度も経験しています。だから次も不安に足を止められないんです。成功している人は考え切ってから動くのではなく、動いた先で考えを広げるという選択をします。一人旅も同じです。まず現地に行ってみる。空気を感じる。自分の感情がそこで動く。すると机の上では思いつかなかった選択肢が自然と見えてくるんです。特徴その7、自分の人生を広げ続けている人。一人で旅行できる人はただ行動範囲を広げているわけではありません。誰にも邪魔されずに自分の選択を積み重ねる。そんな経験を何度もしています。一人旅では全ての選択が自分に返ってきます。どこに行くか、どこで泊まるか、何を見て何を感じるか、誰かに合わせる必要も、誰かの満足度を気にする必要もありません。選択、結果、感情。この流れを 100% 自分のものとして体験できるんです。この体験を繰り返すと、人は自然とこう感じるようになります。
自分で決めていいんだ。一人でもちゃんと進める。思ったより世界は広い。これは誰かと一緒の旅ではなかなか得られない感覚です。なぜなら集団ではどうしても選択と責任が固定化され分散されるから。友達がパクチー嫌いならパクチーのお店には行かなくなるし、恋人が潔癖症ならホテルのグレードも高いところに絞られます。誰かと行く旅行は良さももちろんありますが制限がかかるんです。一人旅は小さな人生の縮図です。決めるのは自分、動くのも自分、迷うのも自分、立て直すのも自分。でも同時に誰にも縛られていない。この環境で積み重ねた経験は旅が終わっても残ります。仕事の選択や人間関係、住む場所や生き方、人生のあらゆる場面で一人でも選べるという感覚が人生自体を拡張させるんです。一人旅行ができる人の特徴をこうやって分解して深掘ってみると面白いですよね。ただ大事なのは一人旅だけが正義ではなく、誰かと旅をして笑ったり共有したり、その時間でしか得られない幸せもあるので、旅行でも誰かと行く旅行、一人で自分と向き合う旅行を使い分けるのがいいと思います。ぜひあなたの一人旅での忘れられないエピソードなどあったらコメントで教えてください。このチャンネルではこれからも世界の実業家たちのためになる情報や自己理解や成功法則を軸にあなたの人生のスイッチを押す発信をしていきます。ここまで見ているあなたは本当にすごいです。その探求心と集中力はすでに変化が始まっている証拠。最後までありがとうございました。ではまた次の動画で会いましょう。チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。一緒に成長していきましょう。